家電の大手同士が動くって、今日は最初から大きな話ね。ヤマダとエディオンが経営統合を検討しているのだ。しかも売上が2兆5000億円規模になるかもって、規模感が強すぎじゃん。ヤマダホールディングスとエディオンが経営統合の方向で検討しているのだ。経営統合は別々だった会社が一つのまとまりとして動く話よ。一緒に走る準備をする感じじゃん。実現したら売上高は2兆5000億円規模になるのだ。その数字、家電売り場というより巨大な流通網って感じね。ネット通販が強いから、店だけで勝つのはきついってことだよね。規模をまとめて商品の開発力も強めたい狙いらしいのだ。値段を比べられるだけじゃもう足りないものね。家電って並んでる商品が同じでも中身で差が出るもんね。5日の取締役会で決議する予定なのだ。そこで流れがはっきりするならかなり早いわ。うちらの身近な話で言うと、同じものを売るなら見せ方も変えて勝負するみたいな感じじゃん。みんなはこういう再編で何が一番変わると思うのだ。私は店の強さより開発や調達のまとめ方が気になるわね。アーシは売り場より先にスマホ画面で比べられる時代にどう勝つか、そこが見たいじゃん。それじゃアメリカの物価の話に行くのだ。アメリカの FRB が最新の経済報告を公表したのだ。 FRB はアメリカの金融政策を決める中心の組織よ。日本でいう日銀に少し近いわね。そこで景気と物価の空気を見てるの結構大事じゃん。全米の大半の地区で物価の上がるペースが速くなっていたのだ。イラン情勢の影響でエネルギー価格が高くなっているのね。ガソリンだけじゃなくて運ぶお金とか包むお金まで広がるの地味に重いよね。食料品や肥料にも波及しているとされたのだ。そこまで広がると家計への圧がかなり強いわ。食べるものの値段に関わると毎日の感じ方が変わるじゃん。個人消費はばらつきがあって低所得者層の負担が増しているのだ。同じ物価でもしわ寄せの出方が違うのはきついわね。新車が弱くて中古車やハイブリッド車による動きも出ているよね。今月中旬の会合では政策金利は据え置き観測が強まっているのだ。インフレが再加速しているなら急いで動きにくいのもわかるわ。みんなならこういう時どこから出費を見直す感じ？僕ならまず毎月固定の支出を見直すのだ。私は削れるところが少なくて財布がずっと苦しいけれどね。それアーシも人事じゃないじゃん。今度は株の動きがかなり大きいのだ。4日の東京株式市場で日経平均株価は一時1000円以上下がったのだ。数字だけでもかなり荒い動きね。1000円って画面の赤さが目に刺さるレベルじゃん。背景にはイラン情勢の先行きへの懸念があるのだ。3日のニューヨーク市場で主要な指数が下がった流れも続いたのね。海外の空気がそのまま来るの。株ってほんとつながってるよね。それに最近は急ピッチで株高が進んでいたから利益を確定する売りも広がっているのだ。利益確定は上がった分を一旦手元に戻す動きよ。ずっと上がりっぱなしってわけじゃないよね。勢いが強いと上にも下にも触れやすいのだ。だから当面は値動きの大きさを前提に見る方が良さそうね。こういう日は画面の数字に振り回されすぎないのが一番じゃん。会社同士が一つになる時の言葉、ちょっと気にならない？言い方があるのだ。合併は複数の企業などが一つの法人に移ることなんだよ。法人そのものがまとまるって考えると分かりやすいわね。地方公共団体や建物にも同じ言葉があるの。ちょっと広いでしょ。僕のずんだ餅の店が増えた時にも使えるのだ。そういう夢はあるけど、まずは一歩ずつだよね。今日は会社の動きも物価も株も全部つながって見えたのだ。概要欄にリンクもあるから気になった記事はそこで見返してちょうだい。どのニュースが一番気になったかコメントで教えるね。また次回も気になる話を拾っていくのだ。